皆さん、こんにちは。サバです。ゆきちゃんです。ようこそ来てくださいました。そしてチャンネル登録もありがとうございます。大変励みになっております。今回はオナハ薬局漢方茶ダイエットよりメンタル的な部分よりフォーカスして書道家書老に善龍さんをお迎えして配信しております。それでは早速参りましょう。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は全8回目にわたって5回目になるんですけれども、視聴者の方からいただいた善龍さんへの質問を中心にお送りしてまいります。もちろんこのダイエットのお話に絡めていけたらなと思っております。そして本格的なガチなダイエットは毎週金曜日18時よりゆきちゃんはワンダフルダイエットで配信しております。よろしくお願いいたします。冒頭最後長いんですけど大切な告知があります。9月の28日日曜日17時よりいよいよオナハ薬局チャンネル初ライブ配信を開催いたします。決定いたしました。またご覧いただけるとありがたいです。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、今回5回目、もう一番皆さんが聞きたいのはこの今回の番組のタイトルにもなってますメソッド、キーワード、魂のメソッドを、すごく興味持ってらっしゃるんで、改めて、ルーツを教えてほしい。よろしくお願いいたします。自分が体験したことしか僕は、話せないんですけど、面白いことっていうのは、まず一つ、ダイエットっていう形で痩せたっていうのも、結果的にはそうなってるんだけど、今、病気になって死にたくないなっていう。わかりやすいでしょ、ね、お医者さんに言われて、で、絶対死ぬって、絶対ですかって。なぜそれが絶対って言えるんですかって聞いたら、あなたの血液検査の結果がそれを言ってますと。見てください、この数値。こうなって、次あなたが悪くなるのは肝臓かもしれない、腎臓かもしれない。血液が汚れてると、すべての臓器がおかしくなるんですよっていう形のことを言われると、このまま行くんだ。で、そう、怖いでしょ。だから、怖いっていう恐怖が若い頃にはありました。なぜって、やっぱり欲の中で生きてる人間だったんで、先生にもそんな欲なんてことがあったんですか？いや、もう欲の塊ですよ、人間なんて。裸にすればみんな欲はいっぱいあってさ、それを隠して生きてるからこそ、だから、できるだけ僕カミングアウトするようにしたり、自分の中で嘘をつかないような形っていうのを生きている中でやってるんですけど、小さい頃妄想と、現実と非現実が分からなくて、で、あることないことを言ってたっていうのが自分の中では自負して、分かってる自分がいたっていうのもあります。でもそれは絶対嘘ではなくって、ご本人がやっぱコントロール幼少期できなくて、分かんない方ですね。だから、そういうふうな幼少期を過ごしてると、絶対ということはないんですけど、発達障害的なものが、やっぱり僕の中には、今でも自分の大人になってもあるんだなっていうのは自分の中では分かってることなんですけど、ただそれをうまく自分の中でアートに活かせてるっていうのが、自分を嘘つかないで自分を知ってるっていう形のものなんですよね。と、この不思議な体験とか一つは、遺伝します。遺伝するんですね。体の中に持ってる DNA っていうのは、受け継がれた DNA なんで、可能性というものはいくらでも書いてあるんですよ。その240万の中でどういう風にして亡くなったか、要するに病的にね、胃が悪かったのか、血圧が高かったのか、何か悪かったのか、全部 DNA に必ず書かれてるんで、それを調べることによって、あなたはこういう病気になりやすい体質ですよっていうのが今の科学で分かるようになった。ちょっとじゃあ先生、ストレートにリアルに聞きますけど、先生が遺伝されての、祖先的に大体どの世代ぐらいがルーツに先生の DNA 入ってるんですか？僕に今来て僕が開いてるっていう形で言うと、私のやっぱりおじいちゃんとおばあちゃんとそのもう一個、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんかな。その部分のものが僕の中では強いみたいですね。感覚的に。で、なぜなら、そのおじいちゃんの方が西本願寺まで行って、坊さんになりたくて帰ってきて、で、いろんなその石垣島の、桑島さんっていう、方、これが不思議な体験の一つの話なんです。はい。ぜひ、聞いてください。続けてください。うちのお父さんね、要するにじいちゃんが
西本願寺ってお坊さんになりたくて、で、修行して耐えきれなくなって途中で帰ってきて、で、帰ってきたんだけど、那覇で士族の名前が欲しくて、で、そこで浦崎っていう士族の名前をもらって、そのまんま石垣にそれを持って帰ってきて、私たち家族はみんな浦崎って名乗ったんですよ。で、父が生まれ、父の子供たちが生まれ、で、中で、ひいおじいちゃんが、やっぱり芸術的にちょっと優れた方だったらしいんですよ。なので、うちの親族からこの芸術家的なものが誰が生まれるかっていうのをうちの身内はずーっと静観してました。で、どこで出るんだろうって。で、実はうちの5人兄弟のうちの3番目の姉が、その芸術的にはすごく長けてて、高校の時に油絵を描いたら、それがいくつか賞を取ったんですよ。スクリーンとロードショーっていう雑誌やったら覚えてますか？懐かしいですね。そう、すいません。なんかもう時代がね。で、はがきに、この絵を描いて送ると、美術系のアカデミーに無料で入れますよっていうはがきが結構差し込まれてたんですよ。で、うちの姉は、そう、何を考えたか、それを申し込んだんです。姉に代わって僕書いて出したんですよ。先生やっちゃったんですよ、俺。そう。なぜかっていうと、悔しかったんですね。姉貴がその賞を取って、だって、いや、俺もっとできるんだけどなっていうふうに、じゃあ、子供の柄のいたずらですよ。で、書いて出したんですね。そしたらこれが大変なことになって。ドキドキ。聞きます。はい。で、スカウトにわざわざ向こうから来たんですよ。ちょっと待ってください。石垣まで来たんですよ。東京から。大変ですよ。そう。で、2人来ていらっしゃって、で、この人誰ですかって、娘さんに会わせてくださいって来てね。で、来て面接してる時に、姉が気づいたんですよ。私はこの封書を出してない。これ、弟が出したって気づいて、ちょっと家族で考えさせていただけますかっていう形にして、お二人には引き取ってもらったんですね。で、その晩、しこたま怒られました。怒られたんですね。褒められるんですよ。いや、姉はもう泣いてましたね。そう。で、それで姉はそこで分かったんですよ。私じゃないって。自分はその DNA は自分じゃなくて。そう、最終的にはそこなんですけど、自分よりもやっぱり僕の方が芸術的なものは優れてるっていうのが分かった。なぜかというと、実はあの封書を出してやっと、届いてませんよって言って姉は出したらしいんですよ。そういうことだったんですね。そう。だから、来て初めて分かって、で、もう一回チャレンジで僕が出したもの以外に、姉は出してるんですよ。だけど、姉の方は何の反応もなかった。ここで視聴者の人が一番気になるのが、そのスクリーンロードショーのはがきに出した絵、どんなのを描かれたんですか？木を描いてくださいっていうテーマなんですよ。ここにこの絵と見本があるんですよ。これを自分なりにアレンジして描いてくださいっていうテストでした。先生、どんなのを描かれたんですか？それを実写的に描かずに、台風で朽ちた木を描いたんですよ。先生がこの木を見たとき、自分は最後こんな感じになるんだろうっていうのを描かれた。結局何かというと、ここから時代が遡ると、これはこう朽ちるんじゃないかっていうイメージをそのまんま朽ちた木を描いて出したんですよ。それはね、多分テーマを出した方はちょっと予想外、右斜め上の答え出してきたなって思われたんじゃないでしょうか。そうですね。だから結局僕も怒られたんで、そういう道には僕も進めないと父は言ったし、姉も自分はその道を誤ったんで、もう自分はその道には行かないと、僕に譲ると言って、姉はそういう芸術的なところは行くのをやめたんですよ。で、怒られた僕は全くもってそういうふうなの興味ないから、もう高校もそのまま卒業した。タバちゃん的な言葉で言えば、一旦封印でいいですか？そうですね、一旦封印です。まさにそう。一旦封印しました。そういや、大丈夫。一旦封印しました。だけど僕は一旦封印してるのにもかかわらず、それが事実的に姉が東京のアカデミーの方に、あれは実はうちの弟でしたっていうことを悔しかったんだろうね。暴露したのよ。そしたら今度、弟さんをスカウトに来たって言って、僕が高校を進学してるのにもかかわらず、2年間続けてスカウト来てましたね。このスカウトってのはどういうスカウト？要するに自分の学校に来てほしい。そこで全く興味ないからと、
そこに向かうベクトルがないかうんら、うんスカウトに興味ない。だけどね、ちょっと雑談の中でしたんですけど、私たちよくインスタでも上げるんですけど、偶然って1ミリもないんですよね。ないです。今回こういうお話が来ても噛み合わなかったっていうのは、きちんとこのまた波動がガチッと合う瞬間が来たんですよね。来たんですね。1回目は逆にそうやって遠のいた方が、ご自身のまた経験値の深みにもなって。その翌年も来てくれた。で、3年目になって来なくなった。うん、それから忘れられてて、で、その間で僕はいろんなことをしながらいろいろ経験値を積んで生きてるんだけど、その中でやっぱり自分がやってきたその頃一番頑張ってたのが、電子工学で、これからはそういうふうな世の中は全部そういうふうなエレクトリック的なもその、1と0の世界のコンピューターの世界に入るからって言って、父もそれでいいよっていうことでそこに入った。で、電子工学科を卒業して寿司ロボットを作ったりいろんなことをして、で、バブルが弾けたんで辞めて、今度それを教える専門学校の先生になった。で、専門学校の先生になると人に教えることが楽しくなって、その技術力が買われて、自動車学校の教官になろうと努力した。ところがそれが町の学校長と合わずに、僕はもう辞めちゃった。僕の今リスペクトしている方が、その方が僕を呼んでくれた。で呼んでくれたんで、今度はじゃあ市民のために何かやろうと言って役所に入りました。で役所に入って、役所にやってるうちに、その観光課というところでトライアスロン、国際トライアスロンがあって、それにはいろんな作り物が必要。ノベルティ的なものから、会社のいろんなものを作らなきゃいけない。それを全部任されて、レイアウトや構図や、そういうふうな形を全部自分で見よう見まねでやってたら、海んちの白川さんが僕を目をつけて、お前はこんな役所にいるところじゃない、お前デザイナーだよって言われて引き抜いて、那覇のむみ橋にある海んち工房でデザイナーというのに。確立して流れ。でもこれ偶然じゃないんですよね。そうなんですよ。波動の引き寄せがきっちりこう皆さんできてたんですよ。できてたんじゃないかなとそうなんです思いました。だからこの不思議な体験の中で、僕がこういう風な世界に入るときに、一番のアドバイザーとなって僕をこの世界に引き入れてくれた方が、写真家の大塚正久先生。これもね、偶然じゃないですね。ちゃんともう、そのタイミングで来たなって感じなんで。なぜ僕が祖先の話までしたかというと、手で物を作ったりする人たちを、ティーガンバシャーって言って、細かい人間の創作できる人たちを、芸術家的な人たちを比喩するのにティーグマとか、ティーガンバシャーっていう言い方を方言でするんだけど、その中でうちのおじいちゃんはお友達がいて、その中に石垣を代表する書家がいて、で、八重山博物館に行けばその人の、挿絵もあって、その人の有名なものがいろいろあるんだけど、その人が久保島さんっていうんです。石垣にはこの久保島家は一家族しか今残ってない。これだから祖先の中で今継いでるのは今30か40代の長男が一人。それは面白いのが高校2年の時に僕が初めて恋をして付き合ったのが久保島さんの長女だったの。彼女のお家に初めて遊びに行ったら、おばあちゃんが僕を呼ぶんですよ。で、その時の彼女に、ちょっと待って、なんで僕おばあちゃんに呼ばれてるのって、彼女の実家に来て怒られるかなと思うじゃないですか。高校生のくせになんかこんな色気づいて、彼氏とかなんか作って、お前は誰だみたいになったら嫌だなと思いながら、おばあちゃんのとこ行って、はじめまして言ったら、おばあちゃんが目丸くして、で、方言で僕にベラベラ喋るんだけど、おじばあちゃん僕わかんないからちょっと通訳してもらうねって言ったら、彼女とお母さんが泣き始めたの。やばい。涙流すぐらい俺嫌われてんのかな。いやいや、なんかちょっと怖いでしょ、はい、これが不思議な体験の一つで、おばあちゃんがお前わかるって言ってるけど、お前何者って言われたの。おばあちゃんが僕わかるのって言って、うんって。どういうことでしょう。あなたのおじいちゃんと、私は家族ぐるみでお付き合いしてたんだよっていうこと。いやもうちょっとどういうことって聞いたら、そのおばあちゃんのお父さん、要するに今いるおばあちゃんのお父さんが、うちのじいちゃんとすごく仲良しの絵描きだったの。それが久保島さんだったの。県宝っていうのかな、県の宝物ぐらいの位置にある人なのよ。その人とうちのじいちゃんがもう通過の中で一緒に絵を描いたり、一緒に文字を書いたり、掛け軸作ったり、いろんなことをしてたっていうわけ。で、それを娘さんのおばあちゃんが隣でずっと見てた。だから名前に善ってつくかって聞いたのがおばあちゃんの言葉だったの。
私が思うにはね、この不思議な体験聞くと、このおばあちゃんはね、待ってたんじゃないかもしれないね。この思いが強いっていうのは波動も上げてくるので、うん引き寄せてきたんじゃないでしょうか。そうで僕がそれを二人から聞かされて、へーって言って、でお家に帰った、で親父がいる、お袋がいる、で僕は何かあったら必ず二人には報告して、彼女ができても自慢できるものじゃないけど、そういうふうな形でお付き合いする子ができたよって、親父が、名前なんていうのって、久保島って言ったら親父がガックンってなったのよ。なんでだろう。そう。親父が頭垂れたから、そういえばさって、じいじ知ってるって言ってたよだから、もう親父が爆笑してんの。そのつながりとそういうふうなものを感じ取って分かってて。スピ的な要素を言わせてもらったら過去性はつながる。そうだね。どうでしょうか。そう。だから結局、そういうふうな形で、僕は気づかなかったものの不思議な体験の一つとして、あの時にその久保島さんとうちの親父が後ろに、スターウォーズの、ヨーダ君ですか？ヨーダ君と、なんだっけ、オビワン・ケノビとダース・ベイダーが、立ってたじゃん。亡霊のように。そういうイメージで二人が立ってた。ちなみに余談ですけど、久保島家はこの後どうなるんですか？ね、で、長男は全くもってそういうふうな、芸術的なものの、僕は感じてるのはあるんですよ。ただ書かれてるんだけど、本人がそれに気づいてないのか、本人がやってない。ただすごいのは、三姉妹の次女には少しそれが言ってて、次女と三女にはそれが言ってて、その二人は、沖縄でいう、ジーマーミー豆腐あるでしょ。このジーマーミー豆腐を作らせたり、食べさせたりすると、当てるの。これ何日前に作ったものって。だからね、そうすごいのよ。味覚っていうのかな、その部分が、やっぱり感覚がすごい。これもやっぱ DNA が。多分そうだと思う。だから、その部分をうまく芸術的なものに動かせたら、二人は開花するのかな。ただ、長男の子供たちがいるんで、またどこかで覚醒すればいいし、で、そう、三姉妹の中にも子供がいるんで、で、僕がお付き合いした彼女は、すごいのが、あの頃ワープロってなかったでしょ？ないです。何か覚えてる？タイプライターの。はいはいはい、ありました。漢字タイプっていうのがあるのよ。ありましたっけ？カッチャンカッチャン。カッチャンカッチャン、こうやって、あれ全部覚えてた。たけてますね。わかる？漢字がたくさん書かれた列のものを、チョイスしながら打って、その検定があるの。検定、はい。当時ありました。漢字タイプライター検定1級、2級、3級、特級ってあるのよ。はい。それを特級を取ってた。ちょっとね、長くなったんで、もうこのまま行かしてもらいたいんですけど、元カノ。奥様に。最初の、そう、知ってます。最終的には、今何なさってるんですか？今はね、エステをして、で、エステシャンから今子育てで、今はもう旦那さんの仕事を手伝ってるって言ってました。でもね、今日覚醒するで、新しい先生もこうなったらこの作品の、この覚醒、先ほど西本願寺って出てきましたけど、やはりね、西本願寺イコール日蓮宗、もうとても厳しい、本当にもう修行なんですけど、そちらからの流れで、京都の方の、このなんか作品、ちょっと説明お願いできますか？前回が、木造の木で作られた、あれは奈良の、仁王像ですね。で、これは京都の石像です。なので、同じように白と黒の反転機能で、見ることができる作品です。やっぱり、そう、こうやって見ると見えるものと見えないものが少しはわかるかな。で、ある程度また自分の形態で反転すると元に戻ってちゃんとした作品が見えるという。何を通じて見えないものを見てもらいたいっていうキーワードありますか？あります。ありますよね。これ、どこかでまた喋らせてください。今回の魂のメソッドの興味深くある部分で、見えるものと見えないものっていう不思議な体験というものの中のどこかでパート2があるときに、この作品がなぜできたのかっていう根本的な基本的に起きたことっていうのが不思議なことなんで、またそれ喋らせてください。今回の5番目、魂のメソッドに関してのキーワードは、まずルーツ。そして波動、つながっているということが言いたかったです。で、ここで最後、漢方茶のお願いできますか。136キロあったゆきちゃんでも痩せれる漢方茶。ぜひ食事の前に飲んでご飯食べてね。皆様そろそろお別れする時間がやってまいりました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。